さあ、教えてください。あなたの内深くにある悩みの正体を。はあ、悩み。そんなこと急に言われても。なるほど。どうやら混乱なさっているようですね。こちら私特製のハーブティーです。あなたのためにお入れしましたので、どうぞ落ち着きますよ。はい。ありがとうございます。俺は今なぜここにいるんだ。そんな考えを頭に浮かべながらも、ひろきはゆっくりとティーカップを口につけた。そしてこれまでの経緯をゆっくりと思い出し始めた。はあ、今日も疲れたな。ったく部長のやつ、あんな言い方して怒らなくてもいいじゃんかよ。そりゃ確かに発注ミスした俺が悪いよ。でもさ、もっと優しくしてくれてもいいだろう。俺新人だぞ。それでそんなに今日不適されてたのか。まあ確かに部長は言い方にトゲがあるからな。でもミスしたお前が悪い。それは仕方ない。まあそうなんだけどさ。わかったわかった。そんな落ち込んでるお前に俺からプレゼントがあるからさ。プレゼント？なんだ？生ものならいらないぞ。そんなんじゃねえよ。そろそろ来る頃かな。お待たせ。ごめん。さっきまで残業してて遅くなっちゃった。まゆみさん、なんでここに？まゆみは同僚で思いを向けている相手だったので、ひろきは驚いた。ひろきとヤマトのいつもの愚痴の言い合いに今日はまゆみが現れたのだ。なんでまゆみさんがここにいるんだよ。聞いてないぞ。言ってないからな。まあいいじゃないか。お前まゆみのこと好きなんだろ。いや、それはまあっていうか、なんでそんなこと知ってるんだ。見てればわかるって。お前顔に出すぎなんだよ。だから部長もそれに乗っかってヒートアップするのさ。しんどい時には癒しが必要だろ。お前今までまゆみのこと何度も食事に誘おうとして失敗してるだろ。それはだから俺からのプレゼントだよ。きっかけは作ってやったんだ。あとは自分で物にしろよ。ヤマト、ありがとう。やっぱお前は親友だよ。本当にありがとうな。ヤマトが親友でよかった。もともとヒロキは人間関係を築くのがあまりうまい方ではなかった。友人がいないわけではないが、高校大学時代と周囲に親友と呼べる者はいなかった。そんな経緯もあり、自分のことをしっかりと考えてくれるヤマトはヒロキにとっては貴重な存在だったのだ。この日、ヒロキはマユミと連絡先を交換することができた。彼女と頻繁に連絡を取り合うようになり、ついにヒロキはマユミをデートに誘うことができた。この時のヒロキは天にも昇る気持ちだった。絶対に失敗できない。このデートで彼女に告白するのだ。そんなことを意気込みながら、ヒロキはマユミとのデートに臨んだ。そしてデートの当日。ひろきさんってそんなことまで考えながら仕事してたんですね。そうなんですよ。やっぱり働き方一つで成果が変わるんですから。だからもっと部下には親身に接するべきだと思うんですよ。僕が部長になったら絶対部下には嫌味言ったりしませんからね。いいですね、そういうの。私もそういう人の下で働きたいです。やった。何を話したらいいか昨日からずっと考えてたけど、好感触だ。この調子なら告白してもいいんじゃないか。いや、告白するんだ。そしてまゆみさんと付き合って、俺は明るい未来を手に入れるんだ。そうだ、ひろきさん、私ずっとひろきさんに言いたかったこと、相談したいことがあって。なんだ。まさかまゆみさんも俺のことを。実は。まゆみの話を聞いたとき、ひろきは耳を疑った。まゆみはすでにヤマトと付き合っていたのだ。ヤマトはヒロキの気持ちを知っていながら、表向きはヒロキとまゆみのことを応援していた。まゆみはヤマトの誕生日に何をプレゼントしたらいいか相談するため、ヒロキの誘いに乗ってきたのだ。ヒロキ、もう朝よ。仕事はいいの？うるさい。俺に構わないでくれ。仕事なんてそんなものはどうでもいい。俺がいなくたって好き勝手にやってるさ。そんなこと言って、これでもう4日も連続で休んでるじゃない。体調とかはどうなの？なんなら私から会社に連絡を。構うなって言ってるだろ。俺のことは放っておいてくれ。もう仕事なんか行きたくない。もう誰も信用できない。人間なんか信用できるか。どうせすぐ裏切るんだ。ヒロキはヤマトとマユミに裏切られたと感じ、そのまま塞ぎ込むようになった。部屋から出ることもなく、食事は母親が部屋の前に持ってきたものを食べるのみ。失意に飲まれ、人間不信になってしまったヒロキは、ひたすら自室で自分だけの時間を過ごすようになった。そんな生活が1年、また1年と続き、気づけば約2年の歳月が過ぎていた。ヒロキ、私仕事行ってくるから。ねえ、ちゃんと起きてる？ご飯は食べてるみたいだけど、体調は悪くない？ヒロキ、久しぶりにお母さん
ひろきの声聞きたいな。じゃあ私仕事行ってくるからね。うるせえな。いちいち話しかけてくんなっての。たく、ほんとしょうもねえ。こっちに構うなっての。それに引き換え、アニメはいいな。俺のこと絶対裏切らないし、何よりいつでも俺のそばにいてくれる。さてとおかしと。あれ、嘘だろ。もうストックないじゃんか。買ってこさせるか。あ、いや、さっき仕事行ったな。くそ、使えねえ。時間は12時か。仕方ねえ。買いに行くか。ひろきはコンビニへ向かった。人と会うことを避け、外出する際は深夜の時間帯を好んで選んでいた。そしてひろきはコンビニを出ようとした。その時。これを落としましたよ。え？ああ、どうも。すみません。お前、もしかしてひろき？ヤマトくんどうしたの？ひろきくん？お前ら。ひろきにとって最悪の出来事、最も会いたくなかったヤマトとまゆみに鉢合わせてしまったのだ。二人と言葉を交わす間もなく、ひろきはその場から逃げ出した。なんでだよ。そして必死になって走っているうちに、そうだ。走っているうちに、なんでかわからないけど、この店に入ったんだ。ようこそ、ハウスでアリーベ。知らず知らずのうちに、ここへ逃げ込んでしまったのですね。なんで俺はこんなになっちまったのに、あいつらはあんなに幸せそうなんだ。俺は幸せになれないのに。あいつらはクソ。さぞかしお辛い思いをなされたんですね。失恋や裏切りとはそういうもの。あんた、さっきからなんだよ。まるで俺のことを見てきたかのように。私にはあなたのことが何でもわかります。だから何の気兼ねもせずに辛い思いを私に吐き出してください。さあ、教えてください。あなたの内深くにある悩みの正体を。事の経緯をひろきから聞いた占い師はおもむろに手元からあるものを取り出した。さあ、こちらを受け取りください。取り出したのはイヤーカフス。一見シンプルなようにも見えるが、中心には一つ小さな宝石が埋め込まれている。これ、俺こんなもの買う金持ってないですけど。お代はいりませんよ。そのイヤーカフスをつけていれば、あなたはきっと幸せが訪れることでしょう。しかし、それを決して外してはいけませんよ。お代はすでにいただきました。あなたの辛い思い出、記憶。占い師の言葉を不思議に思いながらも、イヤーカフスをその場でつけた後、ひろきは館を後にした。そして家へとたどり着き、ひろきは深い眠りについた。もう朝か。俺、いつの間に寝てたんだ。起きたんだね。おはよう。よく眠れた？なんで俺の部屋に人がっていうか、君はもしかして、ナナちゃん？そうだよ、ナナだよ。でも、なんで、君は俺が好きなアニメのキャラクターじゃないか。なんでここに？それは簡単だよ。ひろきくん、私のことずっと応援してくれてたでしょ。だから今度は私が応援する番。大丈夫。私は絶対裏切らないからね。本当に？そういう風に人のことを疑うの良くないよ。さあ、外に出よう。大丈夫。私がずっと一緒にいてあげるから。ちょっと。ナナに手を引かれ、ひろきは久しぶりに昼間に外に出た。家では夜勤から帰ってきたばかりの母親が寝ているはずだ。母親にナナのことをなんて説明したらいいんだ。そんなことも少し頭によぎった。だが、ナナと二人で日差しの下、そんなことはもうどうでもよくなっていた。眩しい。久しぶりにこんな明るい場所に出たな。ずっと引きこもってばかりだともったいないよ。大丈夫。これからは私がずっと支えてあげるから。ずーっと一緒だよ。だから安心して、ひろきくん。ありがとう。なんだろう。こんなにあったかい言葉かけてもらったの。久しぶりだ。なんだか、涙が。ありがとう。本当にありがとう。ひろき、お前、部屋から出たのか？ヤマト。いや、久しぶり。久しぶりってお前、心配してたんだぞ。この間だってなんで逃げたんだよ。ごめん。ずっと部屋から出てこないし、それに、ずっと俺のことを恨んでると思ってたから、謝りたかったんだ。
ごめん俺、ひろきがまゆみのこと好きなの知ってて、まゆみと付き合ってた。俺もまゆみのこと好きだったんだ。でも言い出せなくて、いいよもう。気にしなくて。俺気づいたんだよ。本当に大切なものが何かってさ、自分のことを見てくれる存在。それが一番大事だったんだ。まゆみは俺のことを見てなかった。でも今は、俺のことを見てくれる人がちゃんといるから大丈夫だよ。そう、彼女がいるからね。彼女？なあ、そうだ。紹介が遅れちゃったね。この子のことだよ。名前はナナ。彼女が俺のことを外に連れ出してくれたんだ。お前、何言って？えやだな。そんなんじゃないよ。こいつは昔の同僚だよ。喧嘩？そんなことしないさ。まゆみは昔俺が好きだった。そんな怒らないでくれよ。ひろき、お前さっきから何やってんだ？なんでずっと人形に話しかけてるんだよ。なあ、ひろき、おい、大丈夫かお前。なあ、ひろき。ひろきは人形に微笑み、愛おしそうに抱きしめた。その後、ナナが見えるようになったひろきは幸せに満たされ、優しい性格に変わっていった。現実で人形を愛する以外は何の問題はなく、母親に対して暴言を吐かなくなり、在宅勤務で収入を得て家計を助けた。そして母と人形と3人で穏やかに暮らしたのだ。友情も愛情も本当に永遠に続くとは限らない。ある瞬間にふと消え去ることもあるだろう。しかし偶像は永遠にあり続ける。人の心の中に存在し続ける限り、アクセサリーを外さなければ目の前の彼女はお前を決して裏切ることはない。お前の心の隙間を埋め続けてくれるだろう。果てのない偶像の世界で